どうも菊池幸です。今日はですね、色についてのちょっと説明というかね、ワンポイントみたいなことをちょっと解説していきたいと思います。色をですね、よく聞く話でカラフルにしたいっていう人結構多いんですよね。いろんな色を使って鮮やかにね、チューブから出した絵の具とかデジタルで描く人もそうですけど、鮮やかな色をいっぱい使いたい、カラフルにしたいっていう人います。ただよく聞く悩みでは、やっぱりそれでやるとデッサンが狂っちゃうとか、ごちゃついて見えちゃってね、なんか見づらいとかですね、なんかバランスが悪いとか、カラフルにするとちょっとバランス取るの難しいよっていう話をよく聞きます。でこれはもちろん本当そうだなと思います。で僕自身もですね、スペクトラムシリーズっていうのをずっと描いてて、すごく鮮やかな色をね使って抽象画描いたりとか、具象も描くんですけども、その時も確かにすごくバランスを取ってるんですよね。見やすくなるようにとか見づらくならないようにしてるつもりなんです。でそれには一応いろんなテクニックがあるわけですよね。でそうすることによって、どんなにいろんな色をバチバチ入れてもですね、崩れないというか、ちゃんと一枚の絵として成立して見えるようになるわけですね。じゃあそれはどういうところに気をつけてるのかっていう話をちょっと今日はしたいと思います。はい、そのワンポイントみたいなことなんですけども、一言と言ってしまえばバルールっていうものを覚えましょうということです。さあバルールっていうのは何かっていうとですね、日本語にすると色価って言ったりします。色の価値って書いて色価、このままの意味です。色の価値の意味なんですね。でバルールっていうのはもともとはフランス語から来た言葉なんですけど、デッサンとかもフランス語ですからね、そういうのから来た言葉なんですけど、英語にするとバリューですよね。バリュー、価値、本当にそういう意味です。色の価値っていうものがバルールって言葉です。最近ではバルールってちょっと死語になりつつもあるんですけども、非常に重要な概念なんで皆さんには覚えてもらいたいなと思います。どういう概念かというとですね、すごく簡単に言えば、色が画面上でバチッとはまってれば色価、バルールが合ってる。なんか色が外れてればバルールが外れてるっていう言い方をします。デッサンで例えば形が狂ってるとかですね、いう時ありますよね。形が狂ってる、それの色版ですよね。色が狂ってるっていうのがバルールが狂ってるとか、逆に言えば色が合ってるっていうのがバルールが合ってるっていう話です。その合ってる合ってないって何かっていう話なんですけども、一つは位置感ですよね。なんか色を塗った時にどのぐらい空間的にねはまってるか、手前奥がピタッとはまるかっていうのと、もう一つは形態とかね、空間とかに明るさとしてねちゃんと正しくはまってるかっていう、大きく言うとその2つです。明るさと、あと位置、空間、そこがピタッとちゃんと合ってるかどうかっていうのがすごく重要なところになりますね。でちょっと言葉だけだと何のこっちゃ分かんないと思うので、うまくいってる例をちょっと見てもらいたいんですけれども、ワシリー・カンディンスキーっていう人の初期の作品を見てもらいたいと思います。でこちらの作品はですね、鮮やかな色で、本当にチューブから出したまんまのかなりどぎつい色でですね、風景を描いてるんですね。でカンディンスキーさんはその後抽象画を描き始めるんですけども、これは初期の作品で風景を描いてる時代です。ですごく鮮やかな真っ赤とか真緑とか使うんですけども、真っ青とかね、これをですね、色がバチバチ入ってるんですけど、見やすいんですよ結構ね。じゃあどういうふうにチェックすればいいのかというか、どういうメカニズムでこれがちゃんとはまってるのかっていうのを見るために一つ工夫をしてみます。それはモノクロ加工をするっていうことですね。試しに画像をモノクロ加工にしてみます。そうするとモノクロの状態でも結構見えるっていうか、ちゃんとはまって見えるんですね。モノクロにしても違和感がないっていうことです。風景としてちゃんと正しく見える。でこれはすごくバルールの概念としては重要ですね。だから例えば赤とか黄色とか青とかになると、明るい暗いっていうのがちょっと分からなくなっちゃうんですよ。混乱しちゃう。ただモノクロにしてあげれば、純粋な明るさ、明度って言ったりしますけど、明るさの度合いだけで判断することができますよね。でバルールが狂ってるって場合の多くの場合ですよ、ほとんどの場合はこの明度が狂ってます、ね、だから自分で絵描いててなんか色外れてるかもとか、ここなんか色合ってるかな、不安だなって時はモノクロ加工してみるといいんですね。でその時に正しくデッサンとしてね、モノクロの状態でも正しく見えれば合ってるし、よくあるのはカラフルな色でバーって描くんだけど、モノクロにしたら全部一緒の色になってたりするんですよ全然色の差がない。それはちょっと見づらいってことなんですよね。デッサン的には見づらい。結構巨匠の作品とかカラフルな作品っていうのは基本的にはすごくカラフルに描いててもバルールが合ってるので、
モノクロ加工しても自然に見えます。でそれはそれとして見える。モノクロとしてもちゃんと見える絵になっていることがほとんどです。なんでそれをチェック方法としてね、覚えていくといいかなと思います。なんで色がごちゃついちゃうとか、なんかカラフルな色を使うと難しいってなったら、モノクロにしてチェックしましょう。ね。それがまず一番大事な話ですね。というわけですね。簡単に言えばバルルっていうのはそういう色がモノクロにした時に正しいかどうかって思ってもらえばいいんですけども、ただ厳密に言うとね、モノクロにして合ってることがバルルが合ってるってことではないんです。厳密に言うとね。ただ、わかんない人はさっきの話でいいです。モノクロにして合ってればいいっていうのでいいんですけど、ちょっと補足みたいなことを話したいと思います。例えば、赤と青ですね。が並んだとします。2色ね。赤と青が隣り合って塗られている時に、実はですね、赤の方がちょっとだけ手前にせり出して見えるっていう現象が起きます。で、青の方がちょっと奥に引っ込んで見えるですね。同じ色を同じ明るさで塗ったのに。ね。同じ位置に塗ったのに、ちょっと位置感が狂って見えるんですよ。ずれて見える。これは赤っていう色がですね、深出色って言って、ちょっと手前にグッとせり出してくる効果があるんですね。青っていうのは光体色って言って、ちょっと奥に引っ込んで見えるっていう性質を持ってるからなんです。モノクロにしたら青みとか赤みっていうのが消えちゃいますよね。この現象は消えちゃうんですけども、実は色の状態、赤とか青とかの色がある状態で見ると、ちょっと位置感が狂って見えるですね。ちょっと工夫してあげないと、同じ風に赤とベタって塗ると位置がグッとずれて見えちゃうんで、例えば背景に赤とか塗っちゃうとですね、グッと背景が出てきちゃうとかいうことが起きるんですね。引っ込ませるためにちょっと工夫しなきゃいけない。ね、白混ぜたり黒混ぜたりとか、ちょっと赤にちょっと緑混ぜてなじませたりとか、ちょっと工夫してあげないと引っ込んで見えてくんないってことが起きたりします。でまずその赤とか青とか色の性質ですよね。赤は手前に出てくる。青は奥に引っ込むっていう性質とかがある。でこれによってバルルが狂いやすいってことも一つ覚えておくといいです。でもう一個は明るさの問題ですよね。印象っていう意味ですかね。例えば黄色と青、明るいのどっちですかって言われたら多分黄色ってなると思うんですよ。でこれはもちろん明度の問題もあります。モノクロにした時に青って黒く映るんですよね。で黄色って白く映るんですよ。それももちろんあるんですけども、同じ白とかまずですね、同じ水色と黄色にしたとします。同じ明るさの。でもやっぱり水色の方が青みがかるので、少し影色に見えたりとか、暗く見えたりとかするんですよね。もっと言えば冷たい印象がありますよね。青とかって。で黄色とか赤とか、黄色とかっていうのはちょっと明るくて、ちょっとあったかい色なんですね。なんで色の性質的にですよ。モノクロにした時には同じ色なんですけど、色の性質的に黄色の方がちょっと明るく見え、光を感じたりとか、あったかく見えたりとか、青の方がちょっと影に見えたりとか、ちょっと涼しく見えたりとかする効果があります。なのでモノクロにしただけだとちょっとチェックできないところなんですね。黄色っていうのがどういう性質を持っているのか、色の価値ですよね。それがまさに価値なんですけど、赤と青がどういう価値が、位置的な価値を持っているのか、黄色と青がどういう明るさとか暖かさとかの温度の価値を持っているのかっていうのも結構大事だったりするので、モノクロでまずチェックするっていうのが大事なんですけども、モノクロではチェックできない色そのものの価値ですよね。こういう色はこういう印象を与えるとか、こういう風に見えるっていうところもチェックできると、よりバルルが合ってるとか、バルルを合わせるってことができるようになると思います。はい、というわけでですね、バルール色化っていう概念をちょっと教えました。これをチェックする癖がつくとですね、いろんな色を使ったりしても、ちゃんとまとまりのある絵を描くことができるようになります。ただ、これ厳密にですね、一応絵の具とか見ると、バリューっていう項目があったりとかして、マンセル値とかもあったりとかして、一応数値化されてたりもするんですよ。これはこういう明るさですとか、こういう何色はこうですとか、デジタル的に処理できるんですけど、ただ絵描いてる人がそれをやってるかというとやってないんですよね。やっぱり感覚的に合わせてます。前にね、ジブリの動画で言ったりしましたけども、パースの話しましたけど、パースとかも感覚的に合わせてるんですよ。なんとなく遠近感があるように見えればいいみたいな。それと同じですね。バルルっていうのも一応数値とかあるんですけど、それ参考になるかなんないかぐらいの話で、実際感覚で合わせてるんですね。収まって見えればいいって話です。なんか落ち着いて見えればいい。外れて見えなければいいっていう話ですね。で我々画家とかも基本的には感覚で合わせてます。もうちょっと上がい方がいいかなとか、もうちょっと明るくしようかなとか、いう風にしてるんですね。なんでバルールっていうのは感覚的に合わせていくもんだよっていう風に最終的には覚えておいてもらえるといいかなと思います。で、一つ、ちょっと特殊な例としては、合えばいいかっていうとそうじゃなくて、例えばわざと外すってこともあったりします。ね。ちょっと目立たせたいところとか、ちょっと違和感を作りたくて、ちょっとあえて
色どぎつくしようとか、ね、ちょっと違和感のある色入れて、ちょっとこう、違和感を出してね、演出しようとか、そういうこともあったりするので、ルールっていうのは決して合ってればいいってわけじゃなくて、少し外すっていうのもテクニックとしてあるので、あくまでも感覚で使っていくものだと思ってください。ただ色っていうものにそれぞれ価値があるっていう感覚を持つ。ね。色ってものが塗っただけでも位置を持ってたりとか、あったかさを持ってたりとか、明るさを持ってたりとかする。っていう感覚を持っとくっていうのは大事だと思います。なんでかというと、初心者の人っていうのは、明るくするときは白を足す。暗くするときは黒を足すみたいな、そういう感じで、色のそのものの価値っていうのを、チェックしてないことが多いんですよね。だから白ければ明るいとかじゃなくてですね、色そのものに明るさがあったりとか、暗さがあったりとか、位置があるっていう感覚を持っておくといいかなと思いますので、ぜひその辺は参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。というわけで、ちょっとね、感覚的な話なので、難しいなと思った人もいるかもしれないんですけども、雰囲気で覚えてもらえればいいです。色の位置感とか空間とか、色が合ってるか合ってないかっていう感覚をバルールが合ってるとかいう言い方するよっていうのをね、覚えてもらえればいいので、そういう意識をね、一個持っとくと、絵を描く時の手がかりになりやすいので、そういうバルールってものがあるんだなと思ってるだけでも、多分自分が絵描く時とか見る時とかでもね、楽しめると思うので、ぜひそういう風に思ってもらえたらいいかなと思います。それでは、今回の動画はここまでにします。もし面白いなと思ってくださった方はですね、高評価と、あとチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。バルール僕覚えたのって多分予備校の時だと思うんだけど、だいぶ後になってからですね。2年ぐらいやって、言葉では聞いたことあったけどみたいなね。バルールっていうのがなんとなく、って分かったっていうかね、自分の中に入ってきたのは2年ぐらい経ってからですからね。